皆さんこんばんは、サイラです。今回は Tales of Arise で使い勝手のいい術技の紹介をします。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。今回はストーリー中ということではなくて、魔装備で強くなっている状態でのおすすめの術技を紹介しようと思っています。敵を簡単に倒して蹴散らせる、そんな火力がある、そういう状態でのおすすめっていう感じになります。ストーリー中は使い勝手がいいっていうのはもちろんなんですが、それ以上に威力が高いものが優先されると思います。そのために波動滅風だったり雷神だったり、そういった技が光ってくると思うんですが、装備を手に入れて強化が済んでしまった状態、こうなると敵っていうのはすぐ死んでしまうので、強い威力の技を出す必要がなくなってきます。そういった場合で戦闘を行う際にボタン連打で簡単にさばける、そんな使い勝手のいい術技はどれなんだろうっていう内容になります。今回紹介する術技以外にも使い勝手がいいもの、組み合わせあればコメント欄で教えてください。各キャラクターの使い勝手がいいだろうものを紹介していきます。よくあるんですけど、全キャラクターでこれが一番っていうものは今回お話ししません。これは使っている人の慣れによるものがすごく大きいです。例えば私で言うとリンウェル。他のキャラクター使うよりリンウェル使った方がよっぽど効率がいいって感じますが、それはやっぱり慣れによるものが大きいので、キャラクターごとの比較っていうのはしません。あくまでもこのキャラクターはこれがいい、そういうところに焦点を絞ってお話ししようと思います。まずはアルフェンです。一番は魔人剣だと思います。こんな感じですね。小回りが効いて遠くにも当てられる。ターゲットが離れていても問題ない。そういう感じで魔人剣が一番だと思います。続いて魔人剣ソーガ、これかなと思います。魔人剣よりも威力が高い、そういったところかなと思うんですけど、使い勝手はやっぱり魔人剣に劣るかなと思います。続いて昇竜殺からの飛天ショーク、この組み合わせになります。だいたいこの辺りがおすすめになります。やっぱり魔人剣が一番使い勝手いいですね。戦闘開始から何も気にせず、とにかくボタン連打、これで倒してしまうので非常に使い勝手がいいです。魔人剣ソーガの方だと近づきすぎると2発目が外れるっていうところもあって、ちょっといまいちかな。中間距離であれば逆に一発で複数の敵に当たるっていうことがあるのでメリットもあるんですけど、魔人剣のがいいかなと思います。あとは最後にご紹介した空中技に移行するもの、地上攻撃から空中ってことで、これはボタン連打でいけるんですね。魔人剣の使い勝手にはかなわないですけど、ちょっと面白いかなっていうんで入れてみました。続いて仕様になります。空中技のトレスベントスになります。こちらはコメント欄で教えていただきました。非常に使い勝手良かったです。1回ジャンプの動作は必要ですけど、その後空中技、これがいいかなと思います。誘導弾になっているので撃てば必ず当たるぐらいの感覚で撃てるっていう感じです。続いてローになります。1番は我流空波からの円波爆砕剣になります。また空中技へのつなぎなんですけれども、見てみてください。こんな感じですね。マニュアルにすると遠いとこから撃てるようになるので、マニュアルがおすすめかなと思います。範囲攻撃になってるんで結構たくさんの敵巻き込めます。続いては無影将になります。相手の方に突進してくれて、隙もそれほど大きくはないです。
連続使用して相手が背後にいても振り向いて攻撃を当ててくれます。なのでボタン連打で適当にやってるといつの間にか倒してるっていうことができます。実際見てみてください。こんな感じです。どちらの技もそうなんですけれども、基本的にボタン連打でいけるとは思うんですけど、倒した後の次のターゲットがすごい離れていたりとか、それが後ろの方にいたりとか、そういう場合は全然違う方向を向いて攻撃しちゃうことがあります。なので、ローに関しては完全放置っていうのは難しいと思います。続いて、リーメルになります。1番はつむじ風からの兵糧です。兵糧はコメント欄で教えていただきました。つむじ風を使ってそこから兵糧につなぐっていう感じです。ジャンプ動作がいらないので、これはボタン連打でいきます。旋風と読むんじゃなくてつむじ風って読むんですね。見てみてください。非常に使い勝手がいいと思います。ダメージもそこそこ出てます。これを操作をマニュアルにするとその場でジャンプをするので、そっちの方がもっと効率よくなります。こんな感じです。完全に画面を見なくてもボタン連打でいけるっていうぐらいに使い勝手がいいです。敵の場所に出現してダメージを与えるって感じになるので、非常に簡単に倒せます。続いてはスプレッドでしょうかね。これは詠唱時間があるので若干待ちが発生します。ただ打ちさえすれば相手の足元に出現するので、移動していてもダメージ与えられます。何も考えずにボタン連打っていう形をすれば非常に安定すると思います。ただオート戦闘にしてスプレッドを使うとチャージしてしまうので、そうならないようにマニュアルかセミオートでやるようにしてください。こんな感じですね。私はよくスプレッド使っていました。コメント欄で兵糧が強いって教えていただいてからは結構つむじ風と兵糧の組み合わせ使っているんですが、それ以前はスプレッドをよく使っていました。どちらもおすすめなんですが、どちらかというとつむじ風兵糧の組み合わせかなと思います。スプレッドの方ですと手で操作をしていて、スプレッドで詠唱を何度かして上級魔法、これにつなげて詠唱時間を短縮する、そういう場合にはいいかなと思います。続いてキサラです。1番は思考法追撃っていう技から空中に飛び出して武人衆っていう技につなげる、この組み合わせだと思います。セミオートかオートにしておいて技を発動すると近づいていって攻撃をして周囲にダメージを与えるっていう感じになります。こんな感じです。次は岩山滅災人っていう技です。こんな感じであまり動かずに範囲攻撃をするっていう感じになっています。キサラの2種類の組み合わせですが、ローと同じく基本的にはボタン連打でいけると思うんですが、やっぱりターゲットとの距離が離れすぎていたりとか、真後ろとかにいると全然別方向に攻撃し続けるっていうことがあります。なので完全放置はちょっと厳しいかなと思います。ある程度見ながら調整しながらっていう感じは必要だと思います。続いてティオハリメです。ウンバラ起点の技の紹介になります。これが非常に使い勝手良かったです。どんなに離れていても敵の頭上に出現してそこから攻撃っていう感じになるので非常に使い勝手いいです。これで空中に飛んで空中技として
イラマーキュラっていう技、あとはデーモンランチェっていう技、このどちらかを使うっていう感じになります。まずはこちらを移します。こんな感じですね。では続いてこちらも移します。こんな感じです。こちらの技は範囲攻撃なんですが、下方向への攻撃っていうのが弱いので、真下に来られると結構当たらないです。あとは遠く離れすぎていてもその場で撃つだけになるので、そういうところがちょっと微妙かなと。範囲攻撃なので一発当てると周囲の敵も巻き込むっていうメリットはあるんですけど、そういう近すぎる遠すぎるっていうのには向いていないって感じです。こちらの方は下へも攻撃します。ただ着地をしてしまうので都度ウンバラを発動しないといけません。そういう意味で回転数がちょっと悪いかなっていう感じですね。どちらもメリットはありますが、微調整が不要なこの組み合わせが使い勝手いいんじゃないかなと思います。それ以外に地上技のルターナフラッシュとか一気に敵を巻き込めるのでいいんですけど、これはローとかキサラと同じく離れていたりとか後ろの方に敵がいるとやっぱり別方向攻撃をしてしまうっていうのがあって、おすすめにはならないかなっていう感じでした。以上6キャラのおすすめの術技を紹介しました。キャラクターごとにいろんな特性ありますが、やっぱり何よりも慣れてるのが一番だと思うので、自分の慣れてるキャラ使うといいかなと思うんですが、これから他のキャラちょっと触ってみたいとか試してみたいっていう場合は今回ご紹介した技使ってみてください。結構使い勝手いいと思います。これはあくまでも敵を蹴散らすような技であって火力を求める技ではありません。ストーリー中に使っても敵を倒せず苦戦するだけになります。なので最後、装備が揃っていて何かやりたいことがある、でも戦闘がある、めんどくさいみたいな時に使っていただくといいかなと思います。以上で紹介を終わります。難しい操作も不要でボタン連打でできるだけ隙間も少ない、そんな術技を選びました。皆さんのおすすめがあればコメント欄で教えてください。今回の動画はどうだったでしょうか。感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。